J です。好きな言葉はフルフラットです。2024年4月27日、品川駅から成田へ向かいます。もちろん成田エクスプレス。旅のスタートといえば崎陽軒の週末。ゴールデンウィークを利用してバンコクとラオスへ行くことにしました。飛行機はジップエアラインのフルフラットシートを予約しています。ジップは JAL 系列の LCC なのでサービスはあまりないのですが、ビジネスクラスと同じフルフラットの座席がなんとこのゴールデンウィークの時期に1人8万円。ものすごくコスパのいい飛行機なのです。さて、このマシンでチェックインしようとしたところ、何度かやり直しましたがうまくチェックインできず。いや、そんなことないな。ダメだ、機械。バンコクですね。機械でのチェックインしてお願いいたします。さっきもやったんですけど全然なんかスキャンできなくて、なんかはい。また別の問題発生。荷物が7キロ以内しないとお金を払わないといけないので。もともと私のスーツケースは大きいので自宅荷物料金を払っていたのですが、機内に持ち込む S の荷物が重量規定を超えそうなことが判明。LCC ってこういうところが面倒ですよね。S の荷物を私のスーツケース、受託荷物の方に移したりしましたが、S の場合スーツケース自体が重くてなかなか劇的には減らせなかったのと、自宅でも荷物が30キロ超えてる可能性があるんだけど、ちょっと待って、問題を整理しましょう。ジップエアは1人2個まで無料で機内に持ち込みできますが、その重量は合計7キロ以内。受託手荷物は1個目から料金がかかり1個あたり30キロまで。いろんなことを気にして S はちょっとパニック状態でした。さて、懸念の受託手荷物の重さは余裕でした。では機内持ち込み手荷物はどうでしょう。合わせて合わせて14キロ。合わせてでいいんだ。荷物が7キロ超えてしまってても合わせて自費で100円してお願いします。じゃあよかったじゃん。よくないぐらいの。でも私のおかげで、そう、あなたのおかげで7キロスレスレだったもんね、今。びっくりするぐらい。あなたのおかげだよ、確かに。他に何もない。これは大丈夫。この後判明したのですが、実は2人とも6500円のサービスパッケージを申し込んでおり、そこに受託手荷物も含まれていました。 S も無理せずスーツケースを預ければこんなに慌てず済んだのです。さて、無事にチェックインは終わり搭乗ゲートへ。今回同行する友人 N 夫妻と同じフライトなので合流したいと思っています。ひだなんかあれなんじゃん、プロモーションなんじゃんこれ。ひだのこれいいね、これいいな。ここで N 夫妻と合流。 N 夫妻は唐津在住。唐津の旅でもお世話になりました。中にコンビニ？出発までこのスペースで宴会することにしました。いいじゃん。いつもの ANA ならラウンジに行くのですが、こういうのも楽しいですね。ありがとう。お疲れ様。
まさに我々が乗る機体の前で乾杯しているわけですよ。なるほど。各位旅客请注意，四川航空公司广播脚人，请搭乘四川航空。じゃあまた後ほど。フルフラットこっちです。こっちです。これちゃんと映したの。一番上だ。フルフラットって書いてある。本当だ。すごい、エキナド、すごい。S と私の席は通路を挟んで隣同士。ジップエアの座席はシートピッチ107センチ、座席幅約51センチでヨーロッパのエアラインのビジネスクラスと同等の広さ。ちょっと体が大きい人でも快適です。フルフラットにするとこんな感じ。荷物は上の戸棚はもちろん、シートの横にもたっぷりスペースがあります。上のスペースも広々してます。これは読書灯ですね。コンセントと USB 充電口もあります。こうして足を伸ばせるだけでもかなり楽。誰か遅れてきた乗客がいたせいか出発が少し遅れました。出発後30分ほどシートベルトサインが消えず、さっきビールを飲んだせいでだいぶトイレを我慢するのがきつかったです。ちなみにジップエアのトイレは LCC には珍しくウォシュレット完備。やっとシートベルトサインが消えたので座席を倒してみましょう。ナイスフルフラット。これ持ってきたんだよ。持ってきたんですよ。使うかな。なんと以前乗った時に購入したブランケットを S が持ってきてくれました。そう、この機内クーラーが死ぬほど効いていて寒いのです。ブランケットは購入できますが1650円ほどかかります。快適。やっぱりフルフラットっていいですね。私は特に長時間狭いシートに座っているとすぐにお尻が痛くなってしまう方なので、このシートは最高です。 Wi-Fi はこの URL から飛べるみたいなのでちょっと接続してみました。食事とグッズに分かれており、食事の方は水やスナックからカップ麺、ビール、ワインまで、スイーツやジュースなど一通りあります。グッズは歯磨きストロー、ネックピロー、ブランケット、生理用品など、こちらも一通り揃ってますね。オーダーしていたミールが来ました。これもサービスパッケージ6500円の中に入っています。牛丼やカレー、パスタなどいろいろ選べたのですが、なるべくカロリーの低そうなたぬきそばにしました。味はまあまあでした。シートにはモニターがないので音楽を聴いたり仕事をしたり iPad にダウンロードしてきた韓国ドラマなどを見たり